皆さんこんにちは、こんばんは、りょうです。今回はサムネイルでもご紹介しておりますように、椿山荘のスイートルームをですね、破格の値段で宿泊しております。ですので、私がいつもホテル選びに利用している予約サイトについて少しご紹介してからホテルレビューに行きたいと思います。そういったことにはあまり興味がないという方は直接ホテル紹介の方へスキップしていただければと思います。それでは行きましょう。まず私が主に利用している予約サイトは一休になります。一休を利用する理由は、ラグジュアリーの宿を数多く取り扱っていて、テーマごとに紹介しているので、理想の宿を探しやすい点にあると思います。例えば露天風呂付き客室やスイートルームに絞ったり、新規オープンホテルの情報なども見ることができます。また検索の欄に、例えばオーベルジュなどテーマを入力すると、美食の宿がずらりと表示されたりするので、他の旅行サイトに比べると情報量、使いやすさが圧倒的に優れていると個人的に感じています。そして一休を利用するもう一つの理由は、かなり割安なセールが多い点です。それでは実際にセール検索しながら実証していきたいと思います。セール対象の宿を探す場合は、この獲得ポイントというところをチェックすると早いです。獲得ポイントというのは割引率と思っていただければ結構です。例えば獲得ポイント 30% 以上のプランは194件ありますねと、ここをクリックしてみると、はい、出てきました。もし地域を絞りたい場合は、検索欄に地名を入力すると、その地域でポイント 30% 以上の宿のみが表示されます。さらに、ポイント 30% 以上かつオールインクルーシブの宿なんかも探すことができます。もちろん旅行サイトによってタイアップホテルも違いますので、一概に一休が一番安いとは言えません。例えば楽天のスーパーディールなどは 40% ぐらいポイント還元してくれる宿があり、旅行以外の用途でも有利なポイ活ができる素晴らしいサービスですので、宿を予約される前にセールがないかいろいろなサイトを調べた方が良いかもしれません。特にご家族やカップルで特別な旅行を計画される場合は、普段は手の届かないすごい宿が破格のお値段でセールをしていることもあるので、一度一休のセールをチェックしてみると良いかもしれません。そして今回宿泊した椿山荘もこのセールで発見した次第です。内容はプライムエグゼクティブスイートツインガーデンビュー2名朝食付き14万6000円のプランを8万8038円で宿泊できましたので、約 40% の割引となります。さらに私はダイヤモンド会員なので、ホテル内利用クーポン3000円までついてきた次第です。ダイヤモンド会員というのは、半年で30万円以上利用するとお得な割引率が適用され、会員限定特典がついてくるシステムです。そして今回宿泊したのはスイートルームなので、ラウンジや温泉スパまで利用できるスペシャルステイをスペシャルプライスで実現できました。そして浮いたお金でホテル内高級料亭の懐石料理を堪能。もちろんカード決済なので、私の場合は D カードのポイ活にもなりました。はい、ホテル予約の説明は以上になります。私は一休関係者ではないですし、プロモーションを依頼されているわけでもないですが、お得な情報は積極的にシェアさせていただきたく、今回ご紹介いたしました。もし他にもお得な予約方法などご存知でしたら、コメント欄の方に情報共有いただけますと嬉しいです。もちろんツッコミなども慎んで頂戴いたしますので、お手柔らかにコメントいただけますとありがたいです。それではホテル椿山荘東京をレビューしていきたいと思います。椿山荘は有楽町線の江戸川橋駅一栄出口を出て徒歩約10分の場所にあります。また池袋駅から無料のシャトルバスも運行されているようです。敷地の総面積は約5万坪で、これは東京ドーム 3.5 個分の広さがあるとんでもなく巨大なホテル施設です。ですのでホテル概要、各施設、ルームツアー、庭園、夕食、朝食の順にご説明していきたいと思います。それではまずこちらのマップでホテル全体の概要をご説明します。巨大な敷地には小高い山の上の三重塔を中心に池や滝、川、そして季節ごとに楽しめるたくさんの樹木が配置された見事な庭園が広がっています。そしてそれを取り囲むようにホテル棟、会議室などがあるビル、結婚式場や教会のあるバンケット棟が建っていて、どこからでも素晴らしい庭園を眺めることができる完璧な配置となっています。また庭園の中も神社やかやぶき屋根の茶室、趣深い橋や散策路があり、じっくり景色を楽しめるようになっています。椿山荘は南北朝時代から続く椿の群生地椿山を明治政府の重鎮山形有朋公爵が買い入れ、一大庭園に仕上げたのが始まりのようです。
その後、ワシントンホテルや新宿のゴジラホテルなどを展開する藤田観光の創業者がこの地を譲り受け、大正14年に広島から三重塔を移築。昭和27年、レストランや結婚式場として椿山荘がオープンしました。ホテルとしては平成4年にフォーシーズンズホテル椿山荘東京として開業したようです。それでは次に各施設を見ていきましょう。まずはじめにホテル棟、次にバンケット棟の順にご案内します。正門から入って左奥にあるのがホテルのエントランスです。このエントランスホールはホテルの3階部分に位置していて、1階から4階まで様々な施設があり、5階から上が客室になります。ホールを右奥に進むと、まずアフタヌーンティーなどを楽しむことができるロビーラウンジルージャルダンがあります。こちらは大人気のカフェラウンジなので、ご利用の場合は予約をお勧めします。そしてカフェの近くにはショッピングエリアがあります。パンやケーキなどのスイーツショップ、ブティックもあります。ギフトショップではロクシタン製品やホテルブランドのお菓子、雑貨などを買うことができます。また椿山荘にはなんと最近注目されている再生医療のクリニックまであります。喫煙所はショッピングエリアにある喫煙ブースとバンケット棟屋外の2カ所のみのようです。そしてロビー近くには PC やプリンターが用意されたブースまであり、ビジネス利用でも不便がないよう配慮されています。またホテル棟にはレストランが3店舗入っています。こちらは先日グルナイのゴチになりますでもご紹介されたイタリア料理イルテアトロです。今回の宿泊では朝食でこちらのレストランを利用することができました。そしてこちらは軽食からコースまで取り揃えているカジュアルダイニングザ・ビストロです。3つ目は鉄板焼きや寿司カウンターもある日本料理みゆきで、夕食はこちらの懐石料理をいただきました。それでは次に最近オープンしたばかりのエグゼクティブラウンジルシエルをご紹介します。こちらはスイートルーム宿泊者専用のラウンジで、チェックインチェックアウトもここで行うことができます。もともと教会であったお部屋を改装されたようで、吹き抜けのある明るい空間で内装もかなり豪華です。天気の良い日はテラスを開放し、庭園を一望しながらくつろぐこともできます。ルシエルは午前8時半から午後8時半まで営業していて、時間帯別に違ったフードとドリンクサービスを楽しむことができます。8時30分から10時30分はモーニングライトミールとソフトドリンクのサービスになります。14時30分から17時にはスイーツとセイボリー、ソフトドリンク、そしてビールを提供しています。17時30分から20時30分はイブニングライトミールや各種アルコール類を楽しむことができます。どのライトミールもスイーツも一流ホテルの味で、これだけのためにスイートルームに宿泊してもいいと思うくらい美味しいです。またアルコールも豊富な種類があるので、お酒好きの方は飲みすぎに注意ですね。そしてスイートルームに泊まる特典はこれだけではありません。なんとプールやスポーツジム、温泉まで利用することができます。特に温泉は伊東から直送されている本物の温泉です。続いてホテル棟5階にある空中庭園へ行ってみましょう。この庭園はなんと1500平米の広さがあり、夏にはフリーフローシャンパンのイベントも行っているようです。はい、そしてタイミングよく東京雲海の時間になりました。この庭園にも霧が発生するようです。こちらは目白ですね。都心にある巨大な庭園は鳥たちにとっても憩いの場のようです。続きまして結婚式場や会議室、イベント会場などがあるバンケット棟です。こちらでは国際会議や学会、大企業の創立記念や決算報告、また叙勲祝賀会なども行われるようでして、格式高いエントランスホールになっています。教会は2つありまして、1つだけ見学することができました。こちらは大きな窓から光が差し、目の前に滝が流れる素晴らしい祭壇になっています。もう一つの教会はバンケット棟の外にありまして、中はこんな感じのようです。またこのような大小神殿もあり、神前式も挙げることができます。ちょっと中を徘徊していたところ、この日は春のお花見ディナービュッフェが開催されるようでした。このほか何組かの顔合わせも行われていました。
お見合いや顔合わせにもぴったりな環境ですね。こちらはバンケット棟最上階からの景色で、大都会と大庭園の見事な調和を眺めることができます。それでは次に今回宿泊するお部屋をご紹介します。まずは姿見がたくさんついているクローゼットから見ていきましょう。キャリーケースが2つくらい置けそうなスペースがあります。ハンドバッグなどが置ける棚もありますね。予備の毛布や金庫、スリッパ、そしてアイロンも用意されています。ありがたいランドリーバッグもあります。収納の反対側にサニタリーがあります。白で統一された高級感のある広いサニタリー。洗面台左にあるタブレットはテレビです。バスアメニティは6シタン。ボディミルク、シャワージェル、シャンプー、コンディショナーが用意されています。こちらは椿のオイルを使用した洗顔フォームのようです。椿山荘らしいアメニティですね。ドライヤーはパナソニック様。浴槽とシャワーブースは別々になっています。湯船もかなり広いです。シャワーは気持ちの良さそうなデカヘッドです。トイレを見てみましょう。ゆったりした広さがありますね。非常用インターフォンがあり、水栓は壁面操作です。お次はパントリーを見てみましょう。スナックやアルコールは有料になります。こちらのコーヒーは無料です。また冷蔵庫にはアルコールやソフトドリンクが入っていますが、こちらは有料ですのでご注意ください。最近はフリードリンクの宿ばかり宿泊していましたので、うっかり手をつけてしまいそうになりました。ただしラウンジでたくさんのドリンクを飲めるので、お部屋には水とコーヒーがあれば十分です。大変お待たせいたしました。それではガーデンビューのお部屋をご紹介します。ホテル棟はすべてのお部屋がコーナーウィンドウになるよう設計されていて、どのお部屋からもダイナミックな景色を眺めることができます。内装はクラシックタイプでゆったりしたリビングになっています。アンティークな椅子に腰掛けてみるとパノラマビューを間近で満喫できます。ベッドルームはリビングとセパレートされています。セミダブルベッドを2台配置したゆとりある空間です。これは Bluetooth スピーカーのようです。こちらの家具はテレビが格納されていました。引き出しにはパジャマが用意されています。そして寝室は出窓になっていて、ここからも素晴らしい景色を眺めることができます。夜景もロマンチックですので、後ほどご紹介します。それでは次に庭園を散策してみましょう。庭園はホテル棟、バンケット棟どちらからも出ることができます。ホテル棟1階から出ると、まず U 字の坂があり、早速椿が咲いていました。鳥のさえずりが聞こえてきて気持ちのいい散歩道です。U 字の坂を進むと料亭金水の入り口がありましたので、まず金水についてご紹介します。こちらは庭園内雲錦地のほとりに立つすき家造りの高級料亭です。超本格的な庭園を前に最高級の日本料理を楽しむことができますので、慶長や接待などのご会食に最適です。庭園内には金水をはじめ3つの食事処がありますので、散策しながらご紹介していきます。写真撮影には最適の場所ですね。橋の下にはホタル沢が流れていて、5月にはなんとホタルが飛び交うようです。橋を渡ると江戸時代の画家伊藤若冲の下絵による羅漢石が並んでいます。そしてこちらが山形有朋公の造営当時からある遊水地です。
桜を眺めていると突然警報音のような音が鳴り始めました。慌てて振り向いてみると、いきなり池が霧に覆われて雲海が出現し、いいタイミングで動画を撮れました。東京雲海のスケジュールはこちらになります。朝7時10分から夜10時40分まで定期的に出現するので、いろいろな場所やシチュエーションで雲海を楽しむことができます。間近で見る雲海も迫力がありますが、しばらくすると何も見えなくなります。やはり雲海は遠くから見る方がいいですね。それでは散策を再開しましょう。風情な水車までありますね。庭園の南側から三重塔を目指します。この門は神田川方面へ出る歌舞伎門の内門となっています。そしてこちらが歌舞伎門で、桜シーズンで部外者が入らないようにするためか閉門されていました。神田川の桜並木が綺麗ですね。歌舞伎門の近くには石焼き料理の木春堂があります。こちらでは高級お肉や海鮮を富士山溶岩石で焼く石焼き懐石を楽しむことができます。また木春堂さんにも風情な個室があります。木春堂の反対側には長生亭という茶室があります。こちらはかやぶき屋根の建物で、雪見障子から池を眺める趣深い茶室になっています。それでは山を登っていきましょう。こちらは東京大空襲を生き残った樹齢500年のご神木のようです。坂の途中にはうなぎ専門店の奈良菊水楼うなぎくがあります。こちらでは本格的な江戸前うなぎを食べることができます。またこのようなうなぎのおにぎりなども販売しているようですが、お値段の方はご想像にお任せします。こちらは椿山荘の守護神白玉稲荷神社で、大正13年に京都下鴨神社にあった社殿を移築したようです。はい、そして三重塔が立つ丘の上まで来ました。ここがホテルであることを忘れてしまうほど見事な三重塔です。桜とのコラボもいい雰囲気ですね。これは絶対紅葉の時期も素晴らしいと思います。この三重塔は室町時代の建築物とされ、広島の高村山竹林寺から移築されたようです。そしてこちらも奇跡的に東京大空襲を切り抜け、国指定有形文化財に登録されています。三重塔の裏手には風情のある小道があり、文学的な趣を醸し出しています。今度は反対側から山を下ってみましょう。この階段を下るとバンケット塔の前に出ます。そしてこちらが教会の横にある五条滝です。見事な滝ですが、大量の水はどこから来るのか調べたところ、この辺りは江戸時代から湧き水や地下水が豊富にあったようで、おそらくは地下水を利用しているのではないかと思います。そしてなんと五条滝の裏に回ることができ、内側から滝を見ることができました。この道は教会へとつながっているので、新郎新婦はここを通ってバージンロードへ出るのかもしれませんね。じっくりと庭園を楽しんだ後は夕食です。夕食はホテル棟の案内でもご紹介しました日本料理みゆきでいただきます。店内はとても広く寿司カウンターもあります。窓際に座れると雲海を見ながらディナーできますね。メニューは懐石椿というコースで、お値段は1人税込み19,100円です。先付けは松の実と山椒で合わせたアワビです。先付けから本格的な味付けでちょっとレベルが違います。今度は桜の枝が添えられた見事な盛り付けの料理が来ました。上品すぎますね。こちらはメヒカリを海苔でコーティングして揚げた料理で、外はサクサク中はジューシーです。お次はお吸い物です。ごま豆腐や湯葉が入った白味噌ベースの高級味噌汁ですね。こちらはエビとタケノコの練り物です。そして爽やかな焼き物が来ました。サワラの焼き加減が絶妙でしっかり脂が乗ってます。こちらは黒毛和牛のロースを山菜のあんで絡めた料理です。口
口の中で溶けてしまうほど柔らかいお肉でした。そして締めはお寿司です。上段にございますのがウニのご飯でございまして、握り2貫がイサキと大トロでご用意しております。イカ巻きもご一緒にお召し上がりください。見るからに最上級のウニですね。超絶クリーミーで、これはまさに高級寿司屋のウニです。こちらはイサキで芸術的な見た目です。そして大トロです。お寿司屋さんで大トロなんて注文する勇気がないので、コースメニューに入っているのはめちゃめちゃ嬉しいですね。そしてデザートはフルーツです。フルーツのフルコースですね。いやー、東京の高級ホテルの料理はライバルとしのぎを削っているだけあって、ちょっと格が違いますね。素人の私でもわかるほど素材も調理も一流な感じがしました。ラウンジで一休みしたら夜の庭園を見に行きます。金が乗ってます。ライトアップされた庭園も素晴らしいですね。記念撮影をしていると、突然ライトの色が変わって雲海が始まりました。これはロマンチックですね。椿山荘の夜景はホテル施設では初めて日本夜景遺産に認定されたようです。お部屋からも大雲海を撮影しましたので、じっくりお楽しみください。自称晴れ男ですが、この日は完璧な雨です。めげずに朝一番の雲海を見に行きます。見事な雲海です。と思ったのもつかの間、何も見えなくなったので退散します。お部屋へ戻ると新聞が届いていました。それでは朝食へ行きましょう。朝食は4タイプから選ぶことができ、今回はイルテアトロさんで洋食をいただきました。イルテアトロさんでは夜は高級イタリア料理を提供しています。メニューは3種類の中から選ぶことができます。注文したのはアメリカンブレックファーストです。巨大なオムレツに美味しそうなパンの盛り合わせが来ました。せっかくなのでこちらの高級ジャムをつけていただきました。最後にラウンジで TWG の高級ティーをいただいてチェックアウトします。はい、今回は東京大雲海で有名なホテル椿山荘東京をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。もし今回のレビューが良かったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願い申し上げます。今回運よくスペシャルプライスで椿山荘に宿泊することができましたが、やはり格式高いホテルは優雅な気分になれていいですね。おまけにスイートルームなので、ラウンジを使い放題で特別感が半端なかったです。そして巨大な施設や庭園は見どころ満載で、普段味わうことのできないエンターテインメントを尽きることなく楽しむことができました。また、最近では将棋の名人戦が行われたり、野村万作・萬斎親子による狂言が行われるなど、各イベントも充実しているようです。まさに世界に誇ることができる日本を代表するホテルですね。それではこの辺で失礼いたします。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。